多分今罪悪感を持ってる人、これを聞いたらちょっとでも気持ちがね軽くなるんじゃないかなっていうふうに思うので、是非この話をしたいんですけど。こんにちは、あゆみです。この動画を見てくださっている皆さんは子供を保育園とか、小学校だったら学童とか預けて働きに行く時にごめんねっていうような気持ちだったりとか、罪悪感を感じたことはありますか？私は結構罪悪感を感じています。今日はそんなワーママの罪悪感について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。うちは長女が今小学校1年生なんですけど、で双子は今4歳、保育園に通わせています。長女の方が算数にちょっとつまずいているというか、劣等感を感じているような感じで、それが原因で学校やだな、行きたくないな、勉強やだなって言い出すようになったんですね。で、算数の時間に問題を解いている時にクラスの子たちは手を使わないで頭の中で計算できているし、自分よりも早く問題を解くことができる、自分はできないっていう風に感じていて、なんか劣等感を感じている発言が増えてきました。確かに今って小学校入学前から公文とかチャレンジとかで算数とか計算に触れている子が多い、慣れてる子が多いのかなっていう印象なんですけど、私としては長女がそういう風に言うたびに「大丈夫だって」っつってブロック使えばいいし、手使ってねやってもいいし、こんなの勉強じゃないよ、できる大丈夫だよっていう声掛けはしていたんですけど、でも長女のそんなね姿を見るたびに、私のその罪悪感みたいなものはどんどん大きくなっていきました。だいたい夕方の6時半に学童にお迎えに行って、そこから帰ってきてバタバタと夕飯の準備をして、だいたい夕飯食べ始められるのが夜の7時半とかになっちゃうんで、その後片付けてお風呂に入れて、なんか明日の準備とかなんとかってやってると、もう寝かせなきゃいけない時間になっちゃうので、全然宿題だとか、学校の勉強を見てあげるとか、学校の準備を一緒に見てあげるとか、学校であったこととかゆっくり聞いてあげる時間とかねがなくって、本当にバタバタと時間に追われるような夕方夜の時間を過ごしてます。なんか私がもっと家にいて時間に余裕があって、算数とか数字の概念とかね、考え方とか丁寧に教えてあげられれば、なんか苦手意識とかなくなるのかなっていうふうに思ったんですけど、そういった中でその罪悪感っていうのがどんどん大きくなっていって、長女のねことだけじゃなくって、双子ももう暗くなるまで朝から晩まで預けていて、こういった勉強を見てあげるとかそういうことだけじゃなくってね、あっという間に過ぎ去ってしまう大事な時期っていうのを見てあげられてない、時間が足りないんじゃないかとか、大事な時期を一緒に過ごしていない罪悪感とか、そういった不安っていうのがすごい大きくなってきちゃって、もうどうしたらいいんだろうっていうような気持ちになっていきました。子供との時間っていう意味でもそうなんですけど、フルで出社する仕事なので、家事もおろそかになるし、家は散らかり放題だし、洗い物はできないし、料理は外食になっちゃうし、で洗濯物はできなくって、洗濯物は旦那にやってもらってるんですけど、それを畳むのもできないし、洗濯物は畳めないわ、旦那は疲れてくるわで、週末に子供がわーってなってる中で家事をしなきゃいけない、全てが余裕なくなってギスギスになっちゃって、なんかもう一回旦那もイライラしてるから、土日怒りながら子供に当たってるわけですよ。早く片付けてとか、早く食べなさいとか、着替えろとか、ずっとイライラしてて余裕がなくなっちゃって、一回もうその旦那の声がマジでうるさいと思って超イライラして、出てってうるさいって、そんな言い方したら子供が言うこと聞くもんも聞かないから、一回冷静頭冷やしてこいとか、出てけって逆に追い出すっていうそんな週末を過ごしたこともあるし、もうとにかく余裕がなくなっちゃって、いろんなところにしわ寄せっていうか、もうギスギスで、もうある日これはちょっと限界が近いなと思って、働いてる会社の社長に直談判したんですよ。すいません、もう育児と家事と仕事の両立で悩んでいます。結構大変で悩んでます。週に1日でいいので在宅勤務をさせてもらえませんかってお願いして、めちゃくちゃもう緊張したんですけど、もしこれでダメだよって言われたら、もうそれはやめるっていう方向性を考えようっていうふうに腹をくくって、思い切って直談判をしました。
ただね、こうやって主張するだけじゃダメだと思ったので、実は以前からもう虎視眈々と準備みたいな感じで、会社で辞められちゃ困る人になるべく、もうめっちゃ必死で仕事を覚えて、なるべく貢献しようと思って、いつか在宅にさせてくれって言えるようにと思って頑張ってました。在宅で対応できるのか、仕事内容とかも検討して、で、社長にはもちろん繁忙期とか忙しい時とか、外出をしなきゃいけない時とか、客先に出向かなきゃいけない時、打ち合わせがある時っていうのはもちろん出社するように調整しますので、余裕のある時だけ、余裕のある週だけ、週1在宅にさせてもらえませんかっていうような感じで交渉を持ってきました。で、幸い、社長もとても理解のある方で、週1回在宅ということで、その願いは聞き入れられました。ただ、蓋を開けてみたら、以前は在宅を入れてたんだけど、在宅はやめましたっていうことだったらしくって、蓋を開けてみたら私、唯一在宅対応させてもらってる人ということになりました。でも、週に1回在宅で対応できるようにはなったんだけれども、正直言ってやっぱりもうちょっとその時間が欲しいなというか、足りないなっていうふうに今は思ってます。でも、私と同じようにこういう罪悪感を感じている人にとってちょっと朗報というか、ぜひ聞いてもらいたい興味深い研究っていうのがあって、それをね、今日紹介したいと思うんですけど、多分今罪悪感を持ってる人、これを聞いたらちょっとでも気持ちがね、軽くなるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひこの話をしたいんですけど、ハーバード大学の研究なんですけど、その研究によると、働く母親に育てられた娘は、専業主婦の母親に育てられた娘よりも管理職に就く可能性が高く、収入も高くなる傾向があるっていう論文があるんですよ。で、これはハーバードビジネススクールのキャスリーン・エル・マクギン教授らによる有名な研究だそうなんですけど、その研究によると、専業主婦のお母さんに比べて就業率が高くて管理職に就く可能性も高い。また収入も高くなる傾向があって、で、男の子の場合は、働くお母さんに育てられた男の子というのは大人になってから家事とか家族のお世話により多くの時間を費やすことが分かっています。だって。すごくない？イクメンっていうの？イクメンあと家事男子みたいな感じになる可能性が高い。で、またその他の最近の研究で分かったことらしいんですけれども、お母さんがワーママかどうか専業主婦かっていうところで子供の成績に影響はないっていう風に出てるんですって。そしてこれなんですけど、母親が質の高い仕事に満足して取り組んでいる場合は、子供の言語能力や学業成績にいい影響が見られることがありますって。つまり私たちお母さんが働いている姿そのものを子供に見せることが、こうやって自由に力強く生きていっていいんだっていうようなロールモデルになってると。ワーママであることの罪悪感は持つ必要がないよっていうことなんですよ。働いているかそうでないかっていうことじゃなくって、とにかくお母さんが自分の人生を笑顔で生き生きと楽しく生きているっていうことが結果として子供にプラスの影響を与えるっていうことなんですよ。うちのお母さんも商売っていうかお店をやってたので、飲食店をやってたので、うちの母ももちろんワーママみたいなもんなんですけど、自営業で。母がもう亡くなっちゃったんですけど、亡くなる直前にどうだったとか言って、お店忙しかったねみたいな、大変だったでしょって私が聞いたんだけど、母はすごいお店楽しかったって言ったんですよね。私その一言で本当に救われて、子供は母親に幸せになってほしいし、やりたいことやっててほしい。罪悪感を持ちながら自分を責めながら生きるんじゃなくって、自分の人生に満足して生き生きと笑顔で楽しく生きてる姿、それを見せるっていうことが子供たちへの最高の贈り物になるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、私の今の目標は、働くっていうことに対して罪悪感を持つ必要はないんだなっていうふうには思ったんですけど、子供たちに勉強以外のね、例えば私だったら歌手もやってきたし、絵を描く仕事もやってきたし、勉強以外にも生きる上で大切なことっていうのを教えてあげる時間がないなっていうふうに思っていて、一緒に絵を描くとか一緒に音楽をやるとかね、そういうことに時間を費やしてあげたいなっていうふうに思っていて、本当に夢、理想は学童を辞めさせたいなっていうふうに思ってて、保育園も私の仕事にもう少し融通が利けば、お迎えの時間を早くしてね、夕方午後の時間をもう少しゆっくり子供とそういうことをする時間に当てられるんじゃないかなというふうに思っていて、これは私の夢
夢です。でそれを叶えるにはどうしたらいいか、こうやって発信しているクローゼットトークで、なんかこれがもっと大きくなれば、もっと悩んでる人だったりとか同士にエールを送ることができれば、もしかしたらこの発信をねすることで私のなりわいになるんじゃないかなっていうふうにもちょっと思っていて、これは難しいことだし、私の新しい挑戦なんですけれども、そんな風に思いながら今はこの発信を続けています。なのでぜひ私の挑戦応援していただけたら嬉しいです。とにかく笑顔で生き生きと母親が自分の人生を生きるっていう姿を見せることが子供たちへの一番の贈り物なんだなっていうふうに思って、それを私ももっと見せていきたいなっていうふうに思いました。最後までご視聴ありがとうございました。